こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、不動産投資の恐怖っていうことで、不動産投資を始めてしまった上に人生がですね、狂ってしまった、そういった人のですね、物語について解説していきたいと思います。ですね、今日は日経新聞からですね、また不正融資問題が出た、そういうふうに報道されました。で、その内容をもとにですね、ちょっとフィクションなんですけども、不動産投資をやってしまったがためにですね、人生が大きく狂ってしまって、こういう方がありますよ、そういうですね、例をですね、解説していきたいと思います。僕自身不動産投資はですね、2014年からですね、もう6年ぐらいやってます。で、今まで5棟ぐらいですね、不動産一棟もの買ってきていて、それなりにですね、稼げるようになってるんですけれども、それがプロの目から見てもですね、やっぱり不動産投資非常にですね、難しいし、厳しい面あります。そういったところですね、初心者の方が、不動産投資これからやりたいよって思う人はですね、こういうの知らないと、ほんとね、人生狂ってしまうんで、ほんとよくですね、これ最後まで見ていただかないと、超危険だと思うんで、ぜひですね、見てみてください。で、不動産投資のですね、危険がいっぱいで、本当ですね、不労所得、みんな憧れますよね。働かずにですね、お金が入ってくるとか、楽して稼ぎたい。僕もですね、そういう風な夢を持ってましたが、やっぱ難しいですね。そういう風にですね、初心者がそういう言葉に騙されて、買ってしまってですね、みんなやっぱ失敗する。やっぱ軽く入ると軽くはめられますね。そういう業界です。残念ながらいろんな僕業界見てきたんですけれども、一番ダントツにやばいですね、この不動産投資の業界は。平気で嘘ついたりとか、平気で騙したりとか、リベ大のりょうさんとかも言ってますけれども、ほんと一番やばい業界なので、そこに何も知らずに飛び込んでくると確実にやられますね。でもクソ物件をですね、買ってしまってからではもう遅いです。なんとかしてくださいって相談結構来るんですけども、もう買ってしまうとですね、ほぼやり直しってなかなか難しいんですよ。やっぱ買う前にそういうのをですね、ちゃんと覗いていかないと、金額がでかいんで、とてつもないこと、リカバリーできた人もいるんですけども、買ったら遅いんで買う前によく勉強しましょうっていうのは本当に言いたいですね。で、将来にやっぱ不安がありますよね。いつまで働けるんだとかですね、年金は足りるのかとかですね、ちょうど年金2000万円問題。これね、みんなやっぱ気にしていると思います。そういったところでですね、悩んでる人がいて、そういうところに対して不動産屋さんがですね、全員が全員じゃないですか、悪い不動産屋さんが、全然ですね、不動産投資始めれば大丈夫ですよ。そういったところから始まったりとか、セミナーとかですね、そういったところが入るところが多いですね。で、もちろんいい人もいるんですけど、中には悪どい人がいて、今回ニュースになっている内容は、そういう悪どい不動産屋さんがいたっていうことですね。で、基本的にワンルーマンション投資とかが今ブームですね。ちょっと2年前は一棟ものとかがブームだったんですけれども、ちょっといろいろあってですね、今ワンルーマンションにシフトしてきます。この後民泊とかもですね、いろいろ来たりとかすると思うんで、不動産からも投資はやっぱ注意ですね。で、年収ですね、300万円以下でも始めれますよっていう、そういうふうに、あんまり年収がね、高くなくても、不労所得できますよ。そういう歌い文句がね、ちょっと前流行りましたよね。最近見かけないですけど、1、2年前はかなりありました。で、年金になるし、もう保険にもなります。さらに節税にもなる。もうやらない理由はないでしょうと。そういう感じでですね、説得されると。で、家賃保証もついてるからもう絶対大丈夫ですよ。もう買いましょうってね。これを買えばもう人生変わりますよって。で、もう将来ね、丸々自分のものになって、ワンルーマンションが、それでお金が定期的に入ってくる。老後も安心ですよ。そういうですね、もっと上手いことを言ってきますと。やるかやらないかどっちですかとかですね、夢にかけるんですかとか、そういう風に奮い立たせてきたりとか、いろんな営業マンの手口がいて、結構やっぱ口が立つのでですね、論破しようとしてもですね、やっぱ言いくるめられます。間違いないで、普通の初心者が、そういう風にですね、知識ないままだと多分負けてしまうっていうか、買うようにですね、心理的にもそういう、やり手の営業マンすごいですね。で、最後、私が責任持って助けますよ、みたいなね、何々さんのためだったらもう全て全部やるんで任せてください、みたいな。そういう信用に来るですよね。そういう風にしていって、結局ですね、買うことになってしまったと。そういう風に乗り切れない人を説得する。なんでそうまでして売るかっていうと、一件売るごとに数百万入るんですよ、この人に。それでボーナスが出るっていうのがあって、だから売れれば売れるほどお金は営業マンに入るっていう仕組みになってます。その分で高くつかまされるっていう風になるんですけども、で、買うためにやっぱ融資が必要なので、銀行からね、お金を不動産は借りたりできるので、それで買う、住宅ローンみたいなもんですよね。で、一つはね、住宅ローンを使って不動産投資を始める。これね、ちょっと前に1年前に話題になって、今でもですね、たまに質問来たりするんですけども、これ違法だったりするんで、住宅ローンを不動産投資に使うのはやめましょうと。で、もう一個投資ローンを使うんですけども、投資ローンは、ちょっと住宅ローンよりも審査が厳しいんですよね、投資っていう風になるので。
住宅ローンは、その住宅を、普及させる目的だったりとかするので、ちょっと前フラット35をですね、不動産投資に使って、みたいなのがあって、バレたりとかしているんですけども、それよりもですね、投資ローンの方が厳しいし、金利も高いので、あんまり、こっちだと儲からないんですけども、それでもですね、年収を偽造とかして、無理やりですね、カモに売りつける。そういうのをやったり、どっちか選びますと。で、みんなやってるから大丈夫ですよとかですね。これ歌い文句ですね。みんなで渡れば怖くないみたいなね、横断歩道。そういった感じで、とにかく言いくるめられると。で、そのですね、言われる通りにすると、バレませんよとかね、こういう風にするととかですね、住民票をうまく移したりだとか、いろんなテクニックあるんですよね。住所変更の方法も銀行にバレないようなとかね。最近だと転送不許可のですね、ものを送って転送、家にもう郵便が届かなかったりとかして、そういうので、いろいろですね、銀行側も考えているんですけども、ちょっと前まであったら全然バレなかったっていうのがあって、そういうのがあったりとかして、こういうですね、違法な手法を使ってですね、本来、融資が受けれない人に無理やり融資受けさせて高い物件を売りつけて儲ける。そういうですね、ビジネスモデルになってます。だから結局ですね、こういう風に言われてしまうとみんなやってるからじゃあ大丈夫なんだって言って、儲かるって信じてるんで、買ってしまうと。ちょっとね、もうバレないですよと、そこのリスクを取って、物件が欲しくないんですか？そういう感じになるんでしょうかね。受けたことないのでわからないんですけども。で、実際いざ買ってみました。例えば3000万円のワンルームマンションですね、買いましたって言って、例えば利回りっていう家賃収入はだいたい3000万円の 5% ぐらい入ってくるものとすると、家賃はだいたい12万円とかで、利回り 4.8% ですよ、みたいな感じになります。で、銀行からお金借りるんで、返済はですね、例えば3000万円を30年で 2% だとすると、11万円ぐらい返済するってことで、1万円ぐらいですね、残るんですけども、でも実際は管理費だとかですね、修繕積立費とか、あと固定資産税、火災保険、リフォーム費用、いろんなものを入れるともろもろマイナスになっていますっていうことで、実際マイナスになる場合が多いですね。でも、税金戻ってきますよだとか、実際節税にならないんですけどね、節税になるってことはお金が出ていって赤字になるから戻ってくるってことで、実際ですね、節税にはならないですし、将来年金にはなるかもしれないけど、30年後に築30年のね、やつをですね、30年間お金を垂れ流して手に入れたところであんまりないですし、保険にもなるんですけども、保険に入っておいた方が絶対安いっていうようなですね、論法になってますね。投資家、僕、不動産投資家目線から見ると、すべてですね、それは瞬殺できるっていうか、全くもってそういう感じなんですけども。で、実際家賃保証もあるからですね、家賃保証がありますよっていう風に歌う人が多いので、だからずっとですね、将来の保険になるから安心だ、30年ですね、家賃12万円入ってくるよ。そう信じてしまいますと。で、買った後、何が起こるかっていうと、まず大体家賃保証が打ち切られるっていうパターンですね。あれ、保証されてんのにおかしいじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、結構家賃保証ってね、サクッと、法律上っていうか、変えれるんですよ。なんでかっていうと、この大家さんが貸してる側になるんですよね。不動産屋さんに。で、借りてる側の方が、権利が強かったりとかするので、その、サブリースのですね、資金、12万円っていうのを、簡単に、それも、なんて歌ってようが変えることができたりとかします。なので、サブリースは結構、打ち切られて、レオパレスとか訴訟になったりしますね、大東さんとかね。なので、そういう風に、30年保証とかでね、何年保証みたいになっても、ちょっと小さくね、2年ごとに家賃見直し合意とか書いてあったりとかするんで、これね、家賃保証はないものと思った方がいいですね。何の、貸しにもならないと。で、打ち切られたら、家賃が12万円って言ってたのがですね、いざ、募集かけようと思ったら、周りが10万円ぐらいでしたとかね、そういう風になって、実際に借りる金額よりも高い金額で家賃保証するってケースがよくあります。それで利回りを上げてですね、価格を物件を釣り上げるって手法が、王道手段ですね。なので、実際ね、サブリース10万円でしか貸せないんだったら、業者さんとして儲けるとしたら9万円とか8万円で家賃保証しないと儲からないはずなのに、逆に高く借り上げる。それでクソ物件を売りつけるっていう手法が流行ってますと。しかもですね、結構空室になって入らないとかで、そうするとね、もともと12万円入るものが0円になってしまうってことなので、11万円銀行に返さなきゃいけないし、そこから修繕積立費返さなきゃいけないし、さらに管理費払うとかですね、固定資産税も年1回ですね、10万、20万ぐらい払わなきゃいけない。そういう状態になってしまうとですね、もう非常にお金は夢のですね、不労所得どころか、毎月10万円とかですね、出ていってしまう。そういうとんでもない時代になってしまいますと、あれこんなはずじゃなかった。なんでもおかしいんだろうって、お金がどんどん減っていく。どうしよう。そういう風になってしまいます。考えてみてください。毎月ですね、15万円ぐらい家から自分の財布から出ていく。やっていけますかね。
やっていける人もいるかもしれないんですけれども、多分思い描いてた人生を送れなくなりますよね。それがですね、30年続くかもしれないし、これは入居されたらですね、10万円はなくなるかもしれないけど、それは毎月ですね、3、4万ぐらいは出ていってしまう。そういうですね、状態になってしまいます。なので、家賃保証、これ信じてはいけないですね。で、銀行にバレるってケースもあって、その不正融資ですね、銀行を騙していたりとか、フラット35を不動産投資に使ったりだとか、あとですね、資産を捏造してたとかですね、そういうのバレてしまったりとかすると、銀行から呼び出し食らったりしますね。ちょっと来てくださいって、ちょっといきなり呼び出し食らうと。で、契約違反なので一括返済してくださいっていうふうに言われるケースがあります。これ期限の利益の損失とか言われたりとかしていて、契約書ですね、金賞って略したりする。消費者なんちゃら金融契約書っていう、僕らも金賞って呼んでるから正式名称は忘れちゃったんですけど、金賞ってやつで、だいたい書かれてたりとかしますね。で、そうすると3000万円借りてるから、3000万円一括で返せますかね？返せるわけはないんですよ。どうしよう。でも売ればいいかっていうふうに思うかもしれないですね。なのでこういうふうに騙していると、バレないケースももちろんあるんですけども、バレるケースもあると。で、バレた場合に最悪一括返済される求められるケースもあって、それで、訴訟になったりとかいろいろあるんですけれども、そういう可能性があるってことで、理解しておいてください。で、いざ売ろうとしましたと。もうどうしようもない。もうお金も出ていくし、もうこれはどうしようもないから売ってしまおうと思って、3000万で買ったからどれぐらい売れるんだろう。そうやって考えてましたと。で、ちょっと注意が必要なのは、だいたい売買、買うとき 7% ぐらいですね。売るとき 3% ぐらいですね。だいたいお金かかるんで、3000万の物件買うのに実は300万ぐらいかかってしまいます。売買、売って買うとなると。なのでもう 10% ぐらいはもう同じ値段で買って同じ値段で売ったとしても、10% ぐらいですね、マイナスになってしまうっていうようなとこからスタートですね。で、不動産屋さんに聞いてみました。いくらぐらいですかねって、3500万円ぐらいで売れると嬉しいんですけどもって言ったら、いや、何バカなこと言ってんだと。だいたい2000万から2500万ぐらいしか売れないよ、みたいなですね。こういう回答が返ってくる可能性があると。これ何かっていうと、本来相場はこれぐらいなんですよね。これぐらいの相場のやつを、サブリースつけて、家賃保証をつけたりとかして、価格を捏造したりとか、で、融資が出るですね、限界までですね、持っていって、資産捏造して、カモに売りつけるっていう。で、クソ高く、相場これぐらいなのに3000万円で買っちゃったよ。どうしようみたいな。もう買った瞬間もうマイナス1000万ですよね。なので、不動産の値段がわからないのに高く買ってしまう。こういうふうにですね、セールスマンが、こういうふうにむちゃくちゃプッシュしてくるようなやつは、高いケースが多いです。全部がそうではないんですけれども、なので、もうこうなるとどうしようもないから、じゃあもう自己破産するしかないよって、そういうケースになってしまう場合もありますと。で、じゃあ不動産屋さんにちょっと連絡して、責任ね、最後まで面倒見ますよって言いましたよねって言ったら、電話しましょうと。電話したら、もう投資は自己責任ですと。もう軽くあしらわれますね。これはまず間違いないです。これね、誰がどう言ったとか銀行がいいって言ったとかじゃなくて、買った人がですね、責任を取らなきゃいけないのがやっぱ、ビジネスとして、これ、投資っていうか、事業になって銀行に対しても投資系融資出したりとかしてるんで、自分が経営者として、ならなきゃいけないですと。で、それに対しては、もう本当にですね、厳しいんですけれども、最後自分に責任返ってくると思った方がいいですね。で、その後ですね、音信不通になったりとかします。そういうケースが多いですね。なので、本当にですね、気軽に、もう最初の話全然違いますよね。買ったら夢の不労所得で、もうお金が入ってきていて、それでですね、将来の年金になる。どころか、自己破産の危機になってしまった。そういうふうにですね、本人が知らないとそういうケースが実際あります。実はですね、売りつけた不動産屋さん自体もお金をですね、後で、訴訟とか来るのが嫌なんで潰すケースもあったりしますね。本当は破綻するケースもあったりとかして、先日も脱税で捕まった人とかいましたし、そういうふうに破綻したりとか、かぼちゃの馬車のスマートデイズだとかですね、売りつけた不動産屋さんが破綻するケースもあると。そうするとね、訴訟しようにも訴訟しようがないから、どうしようもないんで、もう銀行を訴える、駿河銀行が訴えられたりとかですね、そういうケースもあったりとかします。で、これね、極端な例かもしれないって思ってるかもしれないですけども、これね、残念ながらガチなんですよね。でこういうケースがいっぱいあると、だから僕はずっと不動産投資は難しいっていうか危険ですよっていうのをずっと言っていて、何も知らずにやると、最悪こういうコースに行ってしまうと。もう気軽にですね、買うもんではありません。はい。で、これは日経新聞のですね、今日出てきたやつで、投資用マンションで融資書類改ざんってあって、ある日っていうですね、住宅ローンを斡旋する会社
が、まあ、仲介して、まあ、不動産屋さんがですね、不動産を、まあ、売りつけるために、まあ、ワンルームマンションを買ってもらうために、そのために住宅ローンではなくて、不動産投資のローンをですね、ある日に行って、で、通してもらって、で、アプラスってとこから銀行から融資してもらったっていうケースで不動産買いました。だったんだけど、実は、その、書類がですね、偽造されていて、年収がまあ高くなっていたみたいなケースがあったりとか、まあそういうので、なりました。で、ある日からは、まあ、仲介したけど、私らは関係ないよっていうのがプレスリリースがちょうど出たところですね、今日。で、まあ一応株価は、まあ日経の話で、まあすごいドーンと下がっていて、まあ10%ぐらいですね、下がってます。で、まあ、どういう流れかっていうと、もう不動産屋さんが、まあ、この説得して、まあ銀行融資をですね、つけなきゃいけないんで、まあ、ローンの代理店ある日にですね、連れて行って、ローンを斡旋してもらったと。で、アプラスっていうですね、金融機関から、まあ、不動産投資ローンやってワンルームマンションを買ったよっていうのがあって、で、その時に、まあ、無職の人がですね、年収562万っていうようにですね、源泉徴収票、偽造したりだとか、あと年収260万円の人が年収650万っていうふうに偽造してですね、まあ、本来年収650万だから、あるアプラスが、まあ、銀行融資して不動産買える。っていう判断をしたのに、実はこれがですね、嘘だったっていうのが、まあ、バレた、発覚したと。で、その仲介してるのがある日で、まあ、フランチャイズ2店にこれが、集中していたっていうところは報道出てますね。ある日は全然関与してないと、もう言われたものを右から左に流しただけだとか、プラスも知らないって言ってるんで、どこまでが本当かどうなってるかっていうのは、これからですね、報道が入ると思います。ただまあ事実としては、本当にですね、無職の人が、まあ年収偽造されて、不動産屋さんに、それでワンルームマンションをですね、買ってしまったと。で、実際サブリースを打ち切られたりだとか、あとは、まあ本当にですね、相場よりも異常に高く買ってしまった。まあそういうケースがまあ出てますっていうのは、日経さっきのですね、新聞に出てます。これですね。これに載ってます。ちょっと詳細欄貼っときます。これ。なので、まあ本当にですね、こういうケースがあって、これね、ずっと前から、まあ本当2017年ぐらいから、まあ一等物で始まりですね、シェアハウスに移って、で、まあ今ワンルームマンションに来てますってことで、まあ常にですね、こういう不動産系は、素人をはめ込んで儲けるっていうところが、まあずっとありますね。で、まあ、不動産投資はやっぱ弱肉強食の世界で、本当に食い物にされる人が、まあ、ものすごい多いですと。まあ、みんながもちろんみんな業者さんそういう悪い人たちはいないんですけど、一部の異常に悪い人たちがいるんで、で、そういう人たちに捕まってしまうととんでもないですね。こういう海外旅行に行ってですね、自由な生活を送る、お金を不労所得を得るみたいな夢を持って、まあそうやって釣られてペンギンが来ると気がついたらみんなですね、こういう肉食動物に囲まれていると。まあもうカモですと。で、お金持ってるカモが、まあ、虎に、もう勝てるわけないですよね。はっきり言って。知識も何もない素人が。これはね、僕とか、まあ不動産投資家であれば全然その理論武装してるし、何が正しいか分かるから判断できるんですけども、まあこういう状態ですと。じゃあまあ不動産投資家はどうやってんのかってよく聞かれるんですけども、これね、ダイヤモンド発掘にちょっと似てるかなと思って僕はよく例えてるんですけども、まあ投資家はどうやってるかっていうと、もう本当ね、炭鉱を潜って、もう自分でもう掘ってんですよね。なので、まあ、この前、去年買ったような、ほとんどガラガラなようなやつ、ボロアパートを買ったりとか、まあ、それでね、直して綺麗にしてですね、商品として仕上げて持ってるみたいな。でそういうふうに、原石を探してる感じですね。で、原石の中から、まあ、これダイヤモンドがね、こう見つかるかもしれないし、まあ、いろんな業者さんとかもね、いろんなこうテクを使ってですね、電話かけて、全、不動産に電話かけてですね、売らないですかってかけたり、いろんなことをやってですね、発掘してます。僕らもありとあらゆる方法で、物件を発掘していって、で、まあ、綺麗に直すと。で、まあ、そこをですね、不動産屋さんとか通して、まあ、最後の人たちに売ったりする。これ、ちょっと勘違いしないでほしいのは、ここで買うのが悪いってことを言ってるわけじゃないですよ。これダイヤモンドを別に最後の最後でね、お店行って買うっていうのは全然 OK だと思うんですよね。ただそれで儲けようとしたら、それ儲けられますかね？お店に行ってダイヤモンド買って、例えばね、デパート行ってダイヤモンド買って、それを転売しようとして儲けようとして難しいですよね。でもダイヤモンドを、まあ自分で欲しい、自分で持ってようとして買う分には全然いいわけで、それは全然否定するわけじゃないですよ。だからまあここで別にダイヤモンド、不動産欲しいと思って買うのはいいんですけども、それで儲けようとか不労所得をしようっていう風にすると、こっち側の世界の人たちから見ると、全然はめられてしまうっていうか、儲かるわけはないよねっていう風に思ってしまうってことですね。だからくれぐれもですね、別に最後のここで買うのは悪いって言ってるわけじゃなくて、そこでボロ儲けしようとか楽して儲けようっていう風にすると、僕は悪い人たちもいるんではめられてしまうというところで、まあそういう風に不動産投資でビジネスなので、いかに安く買うかとかですね、いかにそして安くこう直して商品にするか、で運営するかっていうとか、まあ腕の見せ所だったりとかするので、非常にですね、難しいです。
ってことで、やっぱね、基本ね、もう、不動産投資に限らずなんですけども、楽して儲かるものはないです。楽して儲かるものはない。それだけ、しかも、ハンコ押すだけで必ず儲かるような話は、あなたのところには絶対来ないんで、それはもう心しておいた方がいいですね。向こうから来る物件は基本やっぱ儲からないですし、それ自分で買えばいいわけなんで、業者さんが。それを買わずに100万、200万、400万、500万、1000万くらい乗っけて、売っちゃった方が儲かるっていう感じなんですよね。で、でも別に知ってて買うのはいいですよ。勉強のために、こういう状況で、これぐらいの利益で、赤字出るけど、勉強のため買いましょうとかね、そういうリスクを判断して、しっかり、ね、買うのは別によくって、知らないのに、カモがですね、これで不労所得になるんだ、わーいっていう風に買っちゃうと、とんでもないコースが待ってるよっていうところですね。で、知らないで買うのはやばいですね。なので、しっかり勉強しましょうってことで、これ本当にブログとか気軽に始めましょうとか、YouTuber 始めましょうって言ってるんですけども、不動産投資は気軽に始めると気軽に自己破産まで行ってしまうんで、ちょっとよく勉強した方がいいですね。すべて自己責任になってしまうケースが多いです。あの人がこう言ったとかね、この人はこうだったとか、そういうことを言う人はいっぱいいるんですけども、ほとんどそれは通ることは、難しいですね。それはいいか悪いか置いといてそうです。で、失敗した時の影響はでかいので、本当ですね、気をつけてください。ってことで、不動産はですね、YouTube で不動産投資講座とか、不動産投資の解説、再生リストを作ってるんで、これ全部見ればですね、かなりのことわかるし、またですね、ブログも、詳細欄あったので、ブログで不動産投資講座入門でもですね、すごいわかりやすく書いてるんで、そういうのね、見てもらって、不動産いい物件買えましたっていう人も結構出てきてるんで、よくですね、勉強すれば、いい物件見たら、これは買いだってわかる時も来るかもしれないし、来ないかもしれないっていうところですね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただけると嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産としては経営とかです、経済とかですね、役立つ情報を発信していってるので、よかったらですね、ぜひチャンネル登録をお願いします。すごい勉強になると思います。いつも引き続きですね、コメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、SNS とかシェアしていただけると嬉しいです。またですね、Twitter で役立つ情報を発信しているのでフォローお願いします。またですね、LINE アットで不動産投資チェックリストプレゼント中です。メグルマガでもですね、不動産投資講座やってるんで、よかったら登録してみてください。詳細欄に貼ってます。どうもありがとうございました。ウェイ。でかい。